小説「機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ」では宇宙世紀105年に起きたマフティー動乱と呼ばれる出来事が描かれました。これはマフティー・ナビー・ユエリンという反地球連邦組織が連邦政府を相手に引き起こした一連の武力闘争です。宇宙世紀100年以前に起きた闘争は基本的にスペースノイドの自治独立を目的としていましたが、マフティーの目的は全人類が宇宙で暮らし地球環境を保護することという違いがあります。マフティーの活動は概念的にはテロリズムには違いありませんが、本作では地球連邦政府による差別的な圧政が敷かれているため、その行動理念から多くの民間人に支持を得ていました。今回はそんなマフティー動乱について解説させていただきます。まずマフティー動乱の原因は地球連邦の腐敗とそれによる格差の拡大にあります。宇宙世紀初頭、連邦は人類増加による地球環境の破壊を食い止めるため、宇宙に建設したスペースコロニーへの全人類移民計画を立案しました。この計画は順調に進み、早期に一定の目標に達したのですが、それに満足した政府は移民の速度を緩めます。これにより政府高官を含め一部の支配階級や富裕層は地球に残り続けたのです。一方、コロニーでは空気も水も作り出さなければいけないため、宇宙移民者たるスペースノイドは過酷な生活を余儀なくされていました。そのためスペースノイドにとって連邦政府と地球に住むアースノイドたちは自分たちを搾取する存在に移ったのです。これによりスペースノイドとアースノイドの間には軋轢が生じていきました。これに端を発してスペースノイドの自治独立を訴えるジオン公国が台頭。それから約20年、連邦政府とジオンの思想を雛形とした勢力との戦いが繰り広げられました。しかし宇宙世紀王100、ジオン共和国が自治権を放棄したことでジオンとの闘争は事実上終結。地球圏における地球連邦の外敵は存在しなくなり、連邦は戦乱の消滅を宣言しました。こうして連邦は地球圏の支配を確固たるものにするのですが、外敵がいなくなった結果、連邦内部の腐敗が進んでいきます。圧政を強める連邦はその一環として宇宙世紀0090頃に設立されていた警察と軍の中間にあたるマンハンターという組織に地球における不法居住者の摘発と宇宙への強制送還を行わせます。このマンハンターによる摘発方法は非常に過激で、逮捕から強制送還に至るまでの過程で命を落とす者も多く、年に数十万人ほどの犠牲者が出ています。一方で特権階級層は外敵がいなくなったことをいいことに次々に地球への移住を進め、しまいに連邦閣議では1億くらいの人間が住んでも汚染した地球が復活する余地は残せるという主張のもと、特権階級が地球へ戻りやすくなるような政策が進められていました。もともと宇宙世紀とは増えすぎた地球人口による食料問題や環境破壊への対策として宇宙に移住した、そして地球保全の統一機関として地球連邦政府が発足したという世界なので、特権階級だけが地球へ戻り、居住権を持たない不法居住者は地球から追い出すという連邦による地球の私物化に民衆のフラストレーションが溜まっていきました。こうして立ち上がった組織がマフティー・ナビー・ユエリンでした。マフティーは連邦政府の腐敗した体制の是正と地球環境の保全を目的と掲げ、全人類を平等に宇宙へ上げることでこれを達成しようと画策。そこで連邦政府に対して特権階級だけが地球に住める例外規定の撤廃と人類の宇宙移民の推進を要求しました。しかし人が宇宙に住むようになって100年以上の月日が流れたこの時代、宇宙に住む人々の意思が地球まで届くことはありませんでした。そのためマフティーは民意による政府の打倒ではなく、閣僚の粛清という過激な活動に踏み切ったのでした。こうして宇宙世紀王104頃からマフティーの活動は活発になります。それに対抗するべく連邦も地球上の軍備を増強。ダバオ空軍基地にはキンバレー・ヘイマン大佐が率いるキンバレー部隊を展開します。しかしキンバレーはお世辞にも能力が高いと言える人物ではなかったため、マフティーによる閣僚の粛清を許す形となっていました。そんな中、オーストラリアのアデレードで開催される中央閣僚会議にて、連邦政府による差別的状況が正当化されてしまう地球機関に関する特例法案の採択が行われることになります。
これが可決されれば、地球はさらに特権階級の私物化してしまうことが明白でした。そのためマフティーはこれを止めるべく画策します。一方、連邦側ではマフティー侵攻に対して防備を固めるため、ダバオの新司令官としてケネス・レッグ大佐を招集。これに伴いケネスはキンバレー部隊にレーンゲイムとペーネロペを送り込み、宇宙世紀 O105 4月19日ハウンゼンに乗り込み地球へと降下します。一方、マフティー側もアデレート会議襲撃の切り札となるクシーガンダムをアナハイムエレクトロニクス社から調達。リーダーであるハサウェイ・ノアはアナハイムの月面工場で機体のテストを行った後、地球へと降下させる手はずを整えました。そして4月19日、連邦の閣僚やケネスたちと共にハウンゼンに登場し、自身も地球へと降下するのでした。同じ頃、オーストラリア北部の町であるオエンベリにマフティーに同調した反地球連邦政府軍士が3万人ほど集結していました。これはマフティーとは直接関係ない集団で、マフティーの基地がオーストラリアにあるという噂を聞いて集結した施設軍隊です。彼らのリーダーであるファビオ・リベラはオエンベリで抵抗戦線を張った後、不法居住者を中心とした陸軍を結成し、連邦の閣僚たちを殲滅しようと画策していました。また軍資金を調達するべくハウンゼンのハイジャックを目論みます。この時、左遷を免れるため功を挙げようと焦るキンバレーがオエンベリの施設軍隊を掃討するため出撃しました。一方、本物のマフティー軍はハウンゼンで起きたハイジャックに巻き込まれ、ダバオで足止めを食らっていたハサウェイを脱出させるためにメッサー部隊によるダバオ襲撃を敢行。しかしケネスの的確な采配により、これはすぐに鎮圧され、メッサー1機の旅客とマフティーのメンバーの一人ガウマンの拘束に成功しました。一方、ダバオに潜伏していた工作員の働きでハサウェイは脱出に成功し、ロドセイヤと呼ばれる拠点への合流に成功します。その後、隕石に偽装したカーゴピサで送られてきたクシーガンダムを受領。追跡してきたキル系部隊と交戦の末、ペーネロペを中破させています。こうして追跡部隊を振り切ったマフティーはオエンベリで展開していた施設軍隊を放っておくわけにもいかず、クシーガンダムとメッサー数機を伴って出撃。しかし功を焦ったキンバレーによってオエンベリでは数日にわたる虐殺が行われ、施設軍隊はほぼ全滅していました。その後、マフティーは難を逃れていたファビオ・リベラと接触しますが、意見の相違から手を組むには至っていません。しかしファビオが認識を改めたため、ビノエハーバーにてマフティー軍と施設軍隊は正式に協力体制を敷くことになります。なお、ダバオでの戦闘以降、連邦はマフティーを撹乱するため、閣僚会議の場所がアデレートから中国大陸のコワンチョウへ変更されるという偽情報を流していました。マフティーはこれを利用し、奇襲を確実なものにするためオエンベリの部隊を二分。一つはコワンチョウへの陽動に引っかかったと見せかけるため連邦のダーウィン基地への襲撃作戦へ、もう一つはアデレート近辺での陽動作戦へと向かわせました。その後、アデレートに襲撃をかける部隊は中継点であるエアーズロックを目指して出撃します。一方、ケネス率いるキル系部隊はダバオでペーネロペーの修理やマンハンターの統括、陽動作戦の準備などに手間取ったため、遅れながらオーストラリアへと進駐します。そのためオエンベリでマフティーを叩くことは叶わなかったものの、ビノエハーバーでは補給を受けていたマフティーの移動拠点であるバリアントの撃沈に成功しました。さらにエアーズロックへ向かっていた先行部隊がマフティーのモビルスーツ部隊の襲撃に成功。これによりマフティーは貴重な補給線を潰された上にモビルスーツ2機を失ってしまいました。それでももう一つの補給艦シーラックでモビルスーツとパイロットの補給に成功したマフティーはそのままアデレートへの襲撃を敢行。手始めにテレビ放送をジャックし、地球機関に関する特例法案の破棄を要求し、それが拒否された場合アデレートへ襲撃することを告知します。その後、陽動としてストーンウォール線の海岸線やスペンサー湾でダミーのモビルスーツとサブフライトシステムを自爆させてみせました。これにより連邦政府関係者の気を緩ませるだけでなく、どの方位から攻撃するか特定できないよう仕向けます。その翌日、アンクシャス湾に面したホラーナからクシーガンダムを中心としたモビルスーツ部隊が出撃し、
アデレード空港へと進行。一方、キル系部隊は先行したオエンベリ軍の地上支援要員が散布したミノフスキー粒子によりマフティーの進行方向を特定できずにいました。そのためマッハ2で侵入してきたクシーガンダムに対応できず、ミサイルによる爆撃を許してしまいます。これによりモビルスーツ用の装甲軍は大打撃を受け、キル系部隊の対応が遅れてしまいました。その隙を突き、メッサー部隊が閣僚たちの集まっているフェスティバルセンターへ向けて攻撃。さらに第一撃を加えた部隊が離脱した直後、別動隊が畳みかけるようにフェスティバルセンターと空港に向けて第2波攻撃を敢行しました。この攻撃でマフティーはメッサー6機とギャルセゾン2機を失っていますが、閣僚の半分を出征することに成功しています。その後、マフティーは支援部隊の脱出を行うため、クシーをはじめ残存モビルスーツで再度アデレートへの爆撃を仕掛けました。しかしこの攻撃の際、アデレート空港に仕掛けられたビームバリアーのトラップにかかり、クシーガンダムは機能停止。ハサウェイも連邦に囚われてしまいます。またマフティーの襲撃前に地球機関に関する特例法案は可決され、連邦政府の全組織に共有されていたことにより、アデレート襲撃は完全に失敗に終わりました。その後、ハサウェイとクシーガンダムに加え、メッサーもほとんど失ったマフティーの部隊はあえなく撤退。マフティーに加担していた者たちも地下へと潜伏したことで、マフティー動乱と呼ばれた闘争は終結しました。しかし、潜伏したマフティーの捜索は困難を極め、連邦にとっては不安の種を残す結果となりました。その後、生き残った政府閣僚たちは、すぐさま後任を選定して中央議会を成立させて、マフティー以後の不穏分子掃討作戦について、軍と協議を始めました。さらに見せしめとして、軍事裁判なしで、マフティー・ナビー・ユエリンことハサウェイ・ノアの処刑を決定。5月1日、ケネスによってハサウェイの処刑は実行されました。ケネスはアデレートに来ていたハサウェイの父ブライト・ノアを別室に待機させ、マフティーの正体が息子であることを知らせないように配慮しましたが、ケネスが唯一マフティーの正体を話していたメジナウム・グッゲンハイム大将によってマフティーの正体がハサウェイで、さらに処刑を行ったのは父のブライト・ノアという捏造情報がマスコミにリークされます。これは未来の不穏分子に対する恫喝と処刑の正当化により世間からの好感度稼ぎという意図があったようです。しかしケネスは父に息子を処刑させたと発表する連邦政府のやり方はむしろ逆効果で世論の反感を買うと分析していました。ちなみに連邦側のリークに対して反連邦軍師は新聞への投書という形で反論し、連邦政府の行いを痛烈に批判しています。こうしてマフティー動乱を収めた連邦政府が不穏分子の目を完全に摘み取るため、反地球連邦組織に対する弾圧を強化したことで、表面的には反地球連邦運動は沈静化していきます。その結果、以降10年近くにわたって大規模な反連邦政府運動は鳴りを潜めることとなり、外壁を失った連邦は軍縮へと舵を切りました。そして連邦内部では軍事費削減のためコスト面、運用面ともに優れた小型モビルスーツの開発が進むのですが、この小型モビルスーツ開発が新たな戦乱の火種となっていきます。なお、マフティー処刑後、地下に潜ったマフティー残党ですが、以降の動向は他の作品でも描かれず、反撃の機会を伺ううちに組織が自然消滅してしまったとも考えられます。しかし漫画 F90 ファステストフォーミュラにはルーラ・バータと呼ばれる地球上の不法居住者による反連邦組織が登場しています。活動を始めたのは宇宙世紀王106頃、連邦政府の土地強制徴収に反発し閣僚の暗殺を行うというマフティーに酷似した組織となっています。ちなみに作中ではジオニストの集団としてまとめられているので、マフティーとは関係のないジオン系の組織もしくは残党が何らかの形でジオン系の組織と合流し設立されたと考えられます。またマフティー動乱を経て連邦政府に愛想を尽かしたケネスは100年後になるかもしれない覚悟で次なるマフティーを作り出す決意をしているのですが、媒体によってはファンもよく知る組織の設立に関わっている可能性が示唆されていました。例えば月刊ニュータイプ市場で連載されていたガンダムフィックス第22回では、ケネスは次のマフティー、クロスボーンヴァンガードやメタトロンを作ることを密かに決意する。
という一文が見られます。ただ、こちらはテキストを担当した上野俊也氏の推測が含まれているようで、明確な設定ではないようです。そのため、ガンダムエースの企画、ベータガンダムでは、ケネスがクロスボーンヴァンガードやメタトロン設立に関わったのは、真偽不明の遺説として扱われています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。